膝蹴りのさばきが知りたいです。大きい相手と近い距離で打ち合うとき膝蹴りをもらってしまいます。身長が低いため頭一つ高い選手と当たることがほとんどです。先生が考える身長差がある相手におすすめの技トップ3を教えてください。どうぞしてもらっていい？外側ですね、こっちに行けば基本上段膝蹴れないです。身長差がある場合は、例えば僕の方がガッとちっちゃいかった場合はこれ下突きを下からこんにちは、空手家合計です。今回は膝蹴りを蹴られないポジショニングや対大型選手の対策について解説したいと思います。早速ですが、同乗生に手伝ってもらって撮影した動画がありますので、そちらをご覧ください。では、どうぞ。では最初にこの来た質問を読ませていただいて、それに対しての回答を取っていきたいと思います。お互い胸がつく、距離になると手が縮こまる癖があり、上段膝蹴りをもらってしまいます。お互い胸がつく距離は、手はどの位置にすればよろしいでしょうか。初心者の質問ですが、ご教授のほどよろしくお願いします。ですね、近づいて、接近戦ですね。で、胸に手がいってしまうということなんですが、こういう、人を共通として、パンチをちょっと怖がって、目線がちょっと相手のパンチにいってしまうっていうのは結構あるんですが、ちょっとざっとどんな状況になると危ないのかっていうのを説明したいので、ちょっとお願いします。ですね、手の位置に関しては、例えば相手の、内側にあっても、外側にあっても、手が縮こまって、相手のボディの方に目線がいってしまうと、正直僕みたいに上段膝使いからするとめちゃくちゃ有利になるので、例えば相手の手よりも、外側っていうかこの位置に行った場合は下突きとかを固めておいて腕をこう受けさせて、これを意識させてしまえばこれで上段膝が蹴れてしまいますし、これじゃあこれが内側持っていけば当然ガードが下がってるんでパンチ上固めて手邪魔してこうやって打ててしまうので、じゃあどっちにしても内側だろうが外側だろうが、目線を、下に持っていて手がこう縮こまってるっていうパターンに関してはもう上段膝は絶対もらってしまうので、基本的にはまず目線をですね下に下げずに上げておくっていうのはすごい大切であります。でその上でなんですが、足の、立ち位置っていうのが大切で、例えばですが、左の上段膝に関しては、蹴る瞬間に、分かりやすくちょっとサウスポーに変えますが、相手の足よりも、少し外側に立っている必要があります。なので、こちら例えば左の上段膝を、相手が得意でこの選手にいつも例えばこうなった時に左の上段膝をもらってしまうっていう場合は、この足が相手の右足よりもちょっとこっち来てもらっていい？外側ですね、こっちに行けば基本上段膝蹴れないです。要はこれちょっともう一回戻ってもらっていい？こちらに なってる場合はここ近いんでいかようにも蹴れるんですが、これがこっち来てもらっていい？こっち取られちゃうとこれさすがにこれちょっと遠いので、例えばこの状態打っていっても、少しこちらにちょっとずれてもらっていい？もうこれで絶対上段膝当たらないんですが、同じ打ち方してもここにいればこれ簡単に当てれてしまうので、この足の位置ってすごい大切になります。これ逆も一緒で、ちょっとこっち来てもらっていい？オーソドックスで打つ場合も、僕の場合結構右も得意だったんですが、右パンチで圧力かけて相手に膝蹴りをもらいに来てもらう時も基本的にはちょっとこちらに入るようにして打っていくので、相手がこちら行ってもらっていい？こちらに行ってしまうとそもそもこれ絶対当たらないので、基本的に相手の膝蹴りが例えば右だったら、左足の外ですね、こちら側に立つ。で相手が、サウスポーで自分がオーソで左の膝が得意だったら相手の外に立つ。これが基本的には上段膝に対しての基本になるので、どうしても胸に手がいって上段膝をもらってしまうという場合は、まずは下を見ないですね。大体胸に行く人って下見て相手のボディを受けようとしちゃってる人なので、まずは目線を上げて相手の全体をしっかり捉えるようにする。プラス相手は膝蹴りのモーションって必ずあるので、もうこの状態でいきなり左がスッて上がる人とかいきなり右がスッて上がる人、よっぽど身長差がないと厳しいので、基本ちょっとジャンプ動作みたいにふっと沈み込んだり足をステップしたりっていう動作が必ず入るので、その瞬間に例えば右が来るんだったらこちらにスッとずれたりとか、左が来るんだったらこちらにずれてしまえば、基本的に上段膝もらわないので、こちらちょっと参考にしてみてください。よし、続こう。また膝蹴りだ。よし。もう一つ膝蹴りですね。膝蹴りのさばきが知りたいです。大きい相手と近い距離で打ち合うとき膝蹴りをもらってしまいます。K1 の佐藤選手とコラボにあったように威力を落として受けるのが良いのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。ちょっとじゃあこれも答えていきたいと思います。
今回回答している内容は僕が運営する空手家講室のオンライン教室で毎月開催しているメンバーからの質問に全て回答コーナーで、以前、口頭とこちらのホワイトボードだけで解説したものを実際の動きで解説しているもので、YouTube のコメント欄での質問は受け付けていませんので、あしからず。オンライン教室に関して気になる方は動画概要欄をチェックしてください。では続きをどうぞ。じゃあ連続でお願いします。お願いします。膝蹴りいくつかパターンがあるんですが、基本的には左の、レバーを狙った膝蹴りを蹴る人が多いので、ちょっと左の膝蹴りをまず解説したいと思うんですが、ちょっとスイッチして膝蹴り蹴れる。で、これ当然ですが、この状態でちょっと蹴ってもらっていい？これ蹴られるとガードしててもガードの上からドンって入れると結構レバーって効かされちゃうので、余裕があればですが、ちょっとスイッチ見て一回、もう一回蹴ってこちらにスイッチして、抜かしちゃえば、この後にもう一回お願いします。これでこちら有利なポジションに立てるので、これ見にくいからこっち来てもらうか。もう一回お願いします。蹴ってもらって、この位置でお願いします。こちら取っちゃえば当然こちら有利なポジションになれるので、外に取るのが、理想ではあります。なんですが、これちょっとスイッチしてもらっていい？もうこの瞬間、蹴りが上がり始めた瞬間にもうこっち取らないと、これちょっと間に合わないので、事前に分かればそちらを取っちゃえば OK だと思います。で、これ無理な場合は、これはこっちの方が分かりやすいのでごめんなさい。お願いします。無理な場合は、これ僕もよくやるんですが、蹴られる瞬間に、ここまで蹴りが来てやばいなって思った時とかはちょっと蹴ってもらっていい？これをちょっとだけこうやって、これをちょっとだけこうやって自分で、腰を引きながらちょっと飛ぶことでちょっと蹴ってもらっていい？ちょっとこう運んでもらうイメージですね。こうすると、威力がここで受け止めるんで軽くしてください。ここでグッと受けると、ポンとやられると、これ痛いんですけど、もう一回蹴ってもらっていい？これで同じぐらいでも、ちょっと後ろにこうやって運んでもらうと威力がガタッと落ちるので、こう間に合わないと思った時は、こういう風に運んでもらいます。で、当然そういえばさっき一個言い忘れたんですけど、今こちらにさばけば理想なんですが、別にこれ、こちらが間に合わなくても、ちょっとお願いします。別にこれでスライドすれば、別にこれでスライドすれば、十分、攻撃がかわせるんで、ごめんなさい、ほぼ最終手段を先に言っちゃった。こちらが、理想で、次が、こちらですね、こちらで、捉える。で、さっきのは、こちらですね、それでも間に合わないときはこれで運んでもらうっていうのは、自分の膝蹴りの、ブロッキングとか、流しの技術を合わせた、受けの基本になるのでね、こちら参考にしてください。僕の運営する空手家講室のオンライン教室では YouTube では明かせない試合に勝つための技術や知識、身体操作などなど、メンバー専用の動画倉庫内にて、突きや蹴りといった攻撃技術はもちろん、防御技術やスタミナアップの練習方法、実際に僕が行っていた内容や、ポジショニング、また稽古法など細かくジャンル分けされた200本以上の動画が見放題で、今回のように所属メンバーへの全ての質問に回答するコーナーなど、強くなるための情報を惜しみなく公開していますので、本当に強くなりたい、悩みを解決したい、そんな方は動画概要欄をチェックして、空手家講室のオンライン教室、一度調べてみてください。ではですね、質問読ませていただきます。クラスは重量級なのですが、身長が低いため、頭一つ高い選手と当たることがほとんどです。先生が考える身長差がある相手におすすめの技、トップ3を教えてください。どうぞよろしくお願いします。トップ3ということで、ちょっと3つに絞りたいと思います。3つ、OK。よし。お願いします。先生の方がでけえけどな。お伝えします。ですね、相手の身長の方が、大きい場合、ちょっと、僕の方がちょっと大きいんですが、ちょっと2メートルということで、実際に僕が、そういう選手でやった時の、方法になるんですが、自分が、相手に認知されていて、相手が警戒してくれればまたちょっと話は別なんですが、相手が、自分のことをそれほど、認識しているわけじゃないです。ガンガン来る、大型の選手だった場合のやり方について説明したいと思います。ちょっと距離が離れてもらっていい？基本的には、相手が一歩入らないと届かない距離からの、前足のインローキックっていうのがまず一番最初に使う技の一つになります。この距離だったら、当然これ
僕も届かないですし、2メートルの選手でも必ずこの踏み込み動作がないと届かない距離ですね。このぐらいの距離を大切にします。これ以上、例えば入ってしまうと、もう相手の選手がこの踏み込み動作ほぼなしでボンってやつをもらってしまうので、ちょっとそのギリギリですね。これ以上踏み込むと相手の初動なく攻撃をもらってしまうっていう、一歩外から始めるんですが、このぐらいの距離に入った時に後ろ足引き寄せてここでパーンっていう形で、これも正直、効かすっていうよりは、ちょっと痛いなって思わせた感じです。で、この状態でパチンと触れた瞬間にこちら回っていって外に回っていって、基本、効かすんじゃなくて先に当てて下がって逃げる。極端に言うと、悪い言い方なんですけど、当て逃げをちょっと繰り返します。そうすると、例えばパンパッてやると、この時はよほど攻撃をもらわないので、ここでパンって逃げて、で、また構えて、パーンって逃げてってやってると、これ、試合やったことある人はわかると思うんですけど、これ2、3回パチンって自分だけ当てられて相手が下がっていくと、そろそろ俺も当てたいなっていう風になってくるんです。そうすると、お互いイーブンで、状態で攻撃の入りを読み合うと、入ってくるタイミングって分かりづらいんですが、自分だけ精神的優位にですね、先に3発4発当てて、相手は期待、自分はまた当てて逃げてもいいっていう状態になってれば、相手の方が期待が強いんで、そうすると入ってくるタイミングが読みやすくなります。そうすると入ってくるタイミングとか読めれば、どうしようかな、もうちょっと近くでいるので、相手が入ってきたタイミング、今来るなって思ったタイミングとかにちょっと真ん中をずらしながら踏み込んでいて、相手の奥足に思いっきりローを蹴ったりとか、ちょっとこれはずれながらとか、パンって軽くパンチ合わせて外ローを思いっきりバチンって蹴ったりっていうことが可能になってくるんで、これが来るタイミングが全く読めない状態で、いつ行こうってパッて行っちゃうと、この瞬間にバチンってもらっちゃったりするので、基本来そう今来たっていうタイミングで踏み込んで、ちょっと来たをずらしてインロー、もしくは来そうそろそろ来そうの時にポンって一発パンチで止めて外ローを蹴ってまたふっと離れるっていう、操作ですね。これが結構大切になってきます。で、もう一つ、僕が相手が身長高い時にやってたのが、こう中に入った後とかは、下突きを、使っていくっていうことですね。基本的に、身長差がある場合は、例えば僕の方がガッとちっちゃいかった場合は、これ下突きを下から打てるので、そうするとこちらの人って手をだいぶ落とさないと受けれないんで、これ下からの攻撃って受けづらいです。で、そうするとこれを受けようと思って手が下がってくれば、今度こちらが打てるので、この2つの分けを、使いやすくなるので、例えば上の人が、僕の方が今身長高いんで、こっちの人がこの受けづらい下突きまで行こうと思ったら、これはさすがにできないんですけど、身長が自分の方がちっちゃい場合は、ちょっとクッとしゃがめば、もうこれだいぶ下から打ち上げることができるので、こういう形でこの下突きを使っていって手を下げさせて上を打つっていう形で、
僕が相手が身長が高い場合、大きく離されている場合は今みたいに、離れたままで相手が一歩踏み込まなきゃいけないところから前足の、ローを使って攻撃をもらわずに外れる。で相手のタイミングが分かったら踏み込んで、僕の場合インローがメインなんですが、他にもずれて外ローですね。で、中に飛び込めた場合は基本は最初下突きで相手を一瞬この突き、受けづらい突きをイメージさせといて上に打ち分けていくっていうのが、メインの戦い方になってきたので、3つ以上になった気がするんですが、いくつになった、覚えておいてください。お伝えした。事前に相手を見て調べて、相手の強みがこれだからここの位置に立つと相手の攻撃強いの来るからこの位置に。だから自分の場合だとあんまりそういうものにとらわれないようにというか、常にいろんなものに対して準備しておく。だから昔外国人対策みたいな世界大会になるためにそんなのがあった、そんなことを言ってる時点でもう遅いので。いかがだったでしょうか。不定期企画になると思いますが、今後もオンライン教室内で受けた質問の中から一部をピックアップして、また YouTube で回答していこうと思いますので、楽しみにしていてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも空手工房術のオンライン教室で間違えた。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、もし動画の内容が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録して、空手工房術のオンライン教室で一緒に強くなりましょう。おっす！コンビネーションを作るために、また使えるようになるために、大切なことを5つまとめてきたので、今回はそれをお伝えしていきたいと思います。2つ目、当たる直前の位置関係。これポジショニングですね。で、3つ目は、基本は、ワンとワンツー。そして4つ目、相手の重